着物を染めるっていうのももちろんそうなんだけど、基本的にはファッショントレンダーだから、着て楽しい着物っていうものを作ろうというふうには思ってます。着物じゃなくて世の中の流行トレンドをどう取り入れるか、一番新しい着物のファッションセンスを我々発表してる。これはスカの毛で、これが一番柔らかくないし硬くもないっていう、これが一番サラさんには向いています。全開で。はい。
基本的にはサラサ文様っていうのがインドから発祥したんですね。海のシルクロード、ジャカルタとかバリとかって言ってバティックっていう染め物になったり、それからアモイってアモイザラサになったり、それから日本へ来て長崎ザラサになったりっていうような形で、ずっとサラサの柄の伝承がずっとあったわけね。祖先が東京へ出てきて始めたのが、最初がその江戸サラサ、エキゾチックな文様をどう皆さんに着物にしていくっていうのが私どもの江戸サラサの始まりです。サラサっていろいろな多色の色がずっと作られてるんですね。で例えば一つの花でもぼかししているところと、それから地の色2色で構成され、3色で立体的にこういうふうな表現ができるような形になって、でそのためには1色につき1型なんです。例えば花で3色でこうぼかしでぽっかりこう出るような立体的にするためには3色の型紙がいる。この花のところにはこの色っていうのを最初に決めておくわけで、その決めた色に沿ってもうどんどん型紙を乗っけていく。私は長男で生まれて、大体職人さんたちと一緒に生活をしてました。小学校の3年生ぐらいからこの修行に入って、大学を出てからちょっと洋服の会社に修行をしました。基本的には着物と呉服とそれから洋服、衣類の中じゃ2つに分かれてる。一緒に衣類を勉強するなら、仕事をするなら洋服のことを知らなきゃいけないということで洋服の会社に入りました。染めるっていうだけじゃなくてデザインも全部うちの方で作って卸していたんで、デザイン感覚っていうのはここで勉強しました。基本的に着物っていうのは染めるっていうことがうちの家業ですから、着物を染めることはもう随分分かる。だから着物の流通って問屋さんがあったり染め物屋があったり呉服屋さんがあったり、そういうのも全部流通系統も勉強させて。ところが洋服ってどうやって作ってどういうふうな生地を使ってどういうふうにやるんだっていうのは全然知らなかったんで、やっぱりそれは片手落ちだと思って勉強させてもらった。今着物以外でこういう小物ストールだとかそういうものを作れる技術の下地になりました。取り組んでいることがこの富田コレクションという本なんですけども、これには私がどもが持っているこういう型紙がこの柄をうまく利用していろいろなものにこの染めを使っていきたいなと思ってます。こうやってずっと150年の間に積み重ねてきたそういうことがすごく大事だと思ってるね。それをどう生かしていくかっていうのはご先祖様が作ってくれたものを未来にわたってやっていきたいなというふうに思います。